Hey, what's up? キャプテントラジローです。今回は自分はこんなに下手だったとあるタンクが気づいたことというテーマでお送りします。今回質問相談いただいているんで読み上げます。トラジローさん、動画いつも楽しませていただいております。タンクのためのヒーラーの振る舞い、ヒーラーのためのタンクの振る舞いという質問です。それぞれ極めたい、特化したいメインジョブがある人も他のジョブというよりロールをやってみた方がいいと思うのですが、タイミングはいつ頃でしょうか。質問の意図は自分がタンクメインでやっていたのですが、最近ヒーラーを始めてタンクのプレイの幅が広がった感じがしたからです。私はずっとタンクで戦士、ナイトという順で行月のフィナーレまで進めました。タンクなりに少しは動けるようになってきたかなと思っていましたが、最近ヒーラーを挑戦し始めて初めて自分がどれだけヒーラーに負担をかけていたか実感しました。今までのタンク時代には次のようにこんなことをしていたのだと思います。ヒーラーがたまたま早めにリジェネをしてしまい、ヒーラーにターゲットがいった敵手を簡単に取り返していなかったかもしれない。タンクの体力を過信してギミックの避け方が甘くてヒーラーの人にヒールの負担をかけてしまった。きっと他にもあるかと思います。このようなことに気がついて、自分がどれだけ独りよがりなタンクだったのか自覚しました。で、ヒーラーを進めているのですが、ぶっちゃけ若葉マークも取れているのに、ヒーラーやったら申請エリアでもへっぽこすぎて、こんな下手くそヒーラー自分がタンクの時出会ったことないとへこみました。サブジョブを始めるいいタイミングはいつ頃だと思いますか？サブジョブを始めるいいタイミングはいつ頃だと思いますか？そしてヒーラーや DPS にとってありがたいタンクのプレイスタイル、タンクや DPS にとってありがたいヒーラーのプレイスタイル、つまり自分のロール以外にとってどうあってほしいかという点でプレイ中心がけていることなどあったら教えてください。単一ロールに専念した方が上達も早いかと思っていましたが、他のジョブがメインのジョブに役立つのは新鮮でした。この人の気持ちめちゃくちゃわかる。なぜなら自分と全く同じ境遇だからです。自分も過去になんとなくタンクをやっていたくらいで、その辺のベテランタンクと比べたらマジでゲのゲーくらいのタンクでした。それからいろいろ経験を経て、今はある程度戦闘や、ジョブの根本的な部分を理解できるようになり、どのジョブ触ってもある程度は遊べるようになりましたが、それから気づくことってたくさんあります。で、話を戻しますが、質問のサブジョブを始めるいいタイミングはいつ頃だと思いますかに対する質問の答えは、後の方がいいと個人的には思います。具体的に後っていうのはメインストーリーを最新のタイトルまでクリアしたところっていうポイントで、要はレベルカンストしたコンテンツを楽しめる状況ということです。それまでは自分の好きなジョブとかメインとなるジョブで進めて、最終的にはカンストした状態なので、メインとして遊べるジョブを保険として置いておくと安心して遊べるんで、それからサブジョブに触り出すのがいいです。で、そうすることで他のジョブに専念できるんで、レベル上げやジョブの遊び方などに集中してプレイすることができます。しかもメインストーリーをクリアしているということは、行けるエリアも全て開放しているし、行けるダンジョンやコンテンツも豊富で、レベリングとなる要素がたくさんあります。つまりレベルも上げやすい環境でお金を稼ぎやすい環境でもあるので、装備も整えやすいということと、さらにはすでに挑んでいるコンテンツに別ジョブ視点で挑めるんで、同じコンテンツを2度楽しみながら練習ができます。これをゲーム始めて間もない間に、いろんなジョブは触るのはもちろんいいんですが、進捗に時間がかかるので、中途半端にそれぞれ手を出してどれを進めたらいいのかわからなくなって止まってしまうっていう話も聞くので、まずはストーリーを進めてメインクエストをクリアしてカンストジョブを作ってからサブジョブ遊びが個人的に幅広くかつ快適に遊ぶ方法かと思います。質問に対する答えはここまでですが、今回の相談のメインとなるタンクで気づいたことについて、改めて自分が共感したことに経験したこと、タンクで遊んでいる人とタンクを始めようとしている人向けに解説していきます。で、今回お話しするテーマはこちら。タンクを快適に遊ぶには目標と基準は低くするべき理由、他ロール経験で得られるものは偉大、できていないことに気づくのはプラスしかない、若葉取れても関係ない、この4つのテーマでお送りします。1つ目、目標と基準は低くするべき理由ということで、まずタンク始めたての方やこれから始めようとしている方に言いたい。目標は低く持とう。ダンジョンでも戦闘に立つし、敵を引きつけないと味方に被害を及ぼすから責任大きくて嫌だっていう人が実は多くて、タンクをメインでやっている人って全体の割合でも少ない方であると。
でその中でタンクを始めようっていう話ですから、それだけでも一歩前進です。で特に慣れていないものに挑戦しようって思ってる人は、応援したいなと思うところで、現実でもそうですが、1から100にするよりも0から1にする方が大変で、勇気がいります。でその一歩を踏み出そうっていうんですから、自信を持って始めても OK なわけであると。その中でタンクを始めたとしても、あれやこれやと考えるとパンクするので、目標を低く持って少しずつこなしていきましょう。まずはスタンス、範囲攻撃、防御バフと全部一気にやろうとするのではなくて、一個一個できりゃ十分なわけであると。で仮に飲食店でバイトした時ってだいたい初日って皿洗いじゃないですか。それをいきなり初日からお前キッチンの、メインディッシュ作れって言われたら、俺ならブチギレるよと。そんな感じでまずは最低限必要なことから徐々に進めていくのがタンクとして成長していくコツです。2つ目、他ロール経験で得られるものは偉大ということですが、これはレベルが大きくなるほどそれぞれの特徴がつかみやすくなるので、できればこちらもメインストーリークリアしてから触り出すってことをお勧めします。でロールは全部でタンク、DPS、ヒーラーとありますが、それぞれ役割が特化してて、共通するものないんじゃねって思うかもしれませんが、実はそれぞれ気づくことがあります。まずタンクを遊ぶことで他ロールに生かすこと、DPS を遊ぶと軽減の大事さが分かり、ヒーラーで遊ぶと回復と軽減の大事さが分かると。次に DPS を遊ぶことで他ロールに生かすこと、タンクを遊ぶとスキル回しの大事さが分かります。ヒーラーを遊ぶと、攻撃の大事さとか被弾しないことの大事さが分かります。ヒーラーを遊んだ後に他ロールを遊ぶと、タンクで遊ぶと防御バフの大切さとか、DPS だと軽減の大事さと、被弾したいことの大事さが分かると。このようにもともとメインで遊んでいたロールの特徴を知ることで他のジョブに活かせると。例えばタンクで DPS を遊ぶと DPS のロールアビリティの、牽制とかだったりやレンジキャスターにある軽減アビリティの意味を理解できて、忘れることなく使う意識っていうのができてきます。逆に DPS からタンクを遊ぶと、例えば近接ジョブで遊んでいたとして、スキル回しや特に火力を出すことにもともとね DPS で意識していたので、タンク時でも火力を出すことを意識するので、火力を出せるタンクとして立ち回ることが可能です。タンクとヒーラーは対になっているとも言えて、ヒーラーから見るとタンクがどのような動きをしているか常時見ることになるので、タンクを客観視できる分他の人ができなかったら自分もできていないっていうことに気づいたりできます。 DPS のキャスタージョブを遊ぶとヒーラーも攻撃魔法が整っていることを意識することができて、回復しつつ攻撃できるヒーラーとして立ち回りを意識しやすくなります。いろんなロールやジョブを遊ぶことで他のロールの役割を改めて認識できるので相乗効果があると言えます。そしてどのようなプレイが喜ばれるのかっていうと、タンクは防御バフをうまく使う、とっさの時にねちょっと無敵を使ったりすると。 DPS は被弾しないことを最優先にできるだけ火力を出す。ヒーラーに関してはオーバーヒール気味に回復して適度に攻撃を行う、これくらい意識しているとどのコンテンツでも喜ばれるし、意識することでアビリティやスキルの使い方を理解してくるんで、まずは意識するということがおすすめです。3つ目、できていないことに気づくのはプラスしかないということで、今回のようにできていなかったとショックを受けるかもしれませんが、むしろできていなかったことに気づくことができたと喜ぶ話であると。で気づかないままだと、そのままのレベルで進めていき、時には誰かに気づかれた時に、注意されたりとか誰かから何かを言われた時の方がショックが大きかったりするんで、自分で気づいたということは非常に大きな発見かつ改善できるということになるので、プラスの要素しかないので何も気にすることはありません。まだまだタンクとしても進んでいきましょう。4つ目、若葉取れても関係ないということで、若葉取れてからサブジョブ練習すると下手だったらね気になるっていう話ですが、若葉とかね全く関係ないと。あくまでもできるできないは個人のレベルの話なので、得て増えてはあると思います。で少なくともこれだけたくさんあるジョブを遊ぼうと思ったら、必然的に若葉は取れてくるし、低レベルでレベリングすれば、スキル数も少ないんで覚えやすいしすぐになれると思います。で少なくとも全く何も知らない初心者よりもサブジョブで進めるのであれば、そのロールがどういう役割なのかを理解しているんで、当然基本の動きや飲み込み速度は全くの初心者よりも断然速いんで、そこまで不安になることもないですよと。
で自分もサブジョブレベル上げで全ジョブ触りましたが、できないのは当たり前で、レベリングとかであれば、クリアできればねぶっちゃけ十分なんで、そこから徐々に練習して慣れていけば、気づいたらねそこそこ動かせるようになっているんで、全然気にすることなく日々のレベリングで遊べばいいです。でレベル帯にもよりますが、ボズや戦線とか死者の宮殿とかであれば、ジョブの練習はしやすいんで試してみるといいかもしれません。はい、といった感じで、タンクに関する悩みはねまだまだ尽きないと思いますが、基本的にはコンテンツがクリアできてれば大体は最低限できてるっていうことなんで、まずはそこを通過点として、あとはできることをやっていけばいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。とっととととらとらじろう、とっととととらとらじろう、こんな感じに生きてゆくとらじろうど